朝、楽々。冷凍ストックで肉巻きのお弁当4日間。ハムチーズ肉巻き弁当を作ります。前日、豚肉とハム、チーズ、大葉をくるくる巻いておいたので、フライパンで焼きます。アルミホイルをかぶせて蒸し焼きにしよう。前日に作っておいたはんぺん団子も焼きます。作り方は前回のお弁当用冷凍ストック作りの動画で説明しています。100均のシェラカップで巾着卵を煮よう。油揚げを開いて、卵を入れたら爪楊枝で留めて、卵に火が通るまで煮ます。はんぺんは焼き色がつきすぎないように弱めの火加減で転がしながら焼きます。肉巻きも転がしてまんべんなく火を通します。料理酒を少し入れて蒸し焼き。はんぺんは米油を少し足したよ。チーズが溶けてこぼれてきちゃったね。コロコロ転がしながら焼いて、取り出します。空いたスペースでピーマンとちくわを凍ったまま焼こう。肉巻きの溶け出したチーズを絡めるように転がしてカリッとさせます。全部火が通ったらピーマンには鶏ガラの素、ごま油、いりごま。肉巻きには塩コショウ。味付けをして取り出します。チーズが香ばしくカリカリになりました。どんどん取り出したら、おかずを冷まします。切ってみよう。断面はこんな感じです。くるくるキャンディーのように作りたかったのですが、ハムの色があまり綺麗に出なかったけど、どうかな？ビアハムならもっと綺麗な色になったかもしれないね。かわいいピックに刺してご飯の上に乗せます。朝はフライパンで焼くだけだったので楽でした。はんぺん団子もピックに刺します。完成。天窓に雪が積もり、暗くてうまく撮影できなかったけど、かわいいお弁当になりました。ズッキーニ肉巻き弁当を作ります。冷凍したレンコンスライス。カチコチだとラップから剥がしにくいので、少し常温で溶かして、
凍ったまま揚げ焼きにします。パリパリにしよ揚げたてに塩を振っておきます。油を拭き取ってズッキーニの肉巻き、小松菜とベーコン、人参、油揚げ、全部凍ったまま火にかけて蓋をして蒸し焼きにします。う。耐熱の器にラップと大葉を敷いて卵を割り入れたら、破裂しないように爪楊枝で黄身を刺し、塩を振り大葉を乗せて一つずつ600ワットで1分10秒加熱します。焼き加減の様子を見ながら途中で焦げないように料理酒を入れて蒸し焼きにします。全体的に火が通ったら小松菜にバターと醤油で味付け。人参は白だしとみりんで味付け。余分な油を拭きます。ちくわやレンコンを冷凍すると水っぽくなりませんかという質問をいただきました。凍ったまま加熱調理でこんなにパリパリです。ズッキーニ肉巻きは酒、みりん、生姜とニンニク少々、ポン酢、柚子胡椒を絡めます。これくらいに絡めたら出来上がり。ズッキーニおいしい。おかずを冷まします。レンチンハムエッグは1分40秒くらい温めますが、大葉の時は1分10秒くらいがちょうどいいみたいです。この日は斜めにご飯をよそってズッキーニ肉巻きを対角線上に詰めました。メインのおかずの形や大きさによって詰め方を変えています。冷凍ストックがあると朝選んで焼くだけなので楽ちんです。隙間にレンコンチップスを差し込んで完成。ズッキーニを丸ごと肉巻きにするとまん丸でかわいいね。ピーマンチーズリング弁当を作ります。まずは卵焼き。卵に白だしとみりん、水を少々、塩昆布と枝豆を混ぜます。フライパンでパパッと焼いてピーマンチーズリング、しいたけ、ベ
ベーコン、くるくるちくわを凍ったまま焼きます。冷凍インゲンをパキポキ折って600ワットでまずは1分30秒混ぜてから再び1分30秒温めます。焦げないように気をつけながら焼いて、全体的に火が通ったら、しいたけベーコンにマジックソルト、仕上げにレモン汁で爽やかに。余分な油を拭きます。酒、みりん、砂糖、醤油を加えます。おいしそう。できました。インゲンの水気をしっかり切ってカニカマを加えたら、すりごま、マヨネーズ、ポン酢を和えます。おかずを冷まします。茶色っぽいおかずが多めになってしまいました。冷めたらお弁当箱に詰めます。ピーマンとチーズを豚肉で巻いたこのおかず、娘に好評でした。時間があるときに冷凍しておけば、朝急いで巻かなくていいから楽です。卵とちくわを詰める場所がなくなった。ご飯の上に乗せちゃいます。慌てすぎてちくわのくるくるを上にするのを忘れています。いりごまと梅入りゆかりをかけて完成。小さいドーナツみたいなおかずです。半分だけチーズを乗せてもいいね。しめじの肉巻き弁当を作ります。この日も冷凍庫から使いたいものを取り出して、肉巻きしめじ、レンコン、ピーマンと人参を凍ったまま焼きます。冷凍しておいたしいたけ、卵には塩少々とマヨネーズ、粉チーズを混ぜます。しいたけにはマヨネーズとほぐしたカニカマをのせます。これは簡単だけどパパさんも娘も喜ぶおかずです。カニカマたくさんのせてあげよう。3本使ったよ。ハムに4箇所切り込みを入れてホイルカップにのせます。卵液を流し入れてハムカップオムレツにしよう。し
椎茸に粉チーズをかけてトースターで焼きます。焦げないように気をつけながら蓋をして焼いています。梅干しを一つ細かく叩いておきます。焼き加減の様子を見ながら途中で焦げないように料理酒を入れて蒸し焼きにします。全部火が通ったら取り出します。レンコンは梅干しを入れたお皿に取ります。しめじの肉巻きはケチャップとソースで味付けをする予定でしたが、急に気が変わりガーリックバター醤油味にしました。皆様はどんな味付けにするかどうやって決めていますか？ママはいつもその日の気分です。よし、できました。トースター軍団も焼けたよ。レンコンは梅干しと白だし、いりごまを和えます。ピーマン人参には塩昆布とごま油、いりごま。おかずを冷まします。一つのフライパンで一緒に調理していますが、時間に余裕があればもちろん一品ずつ順番に作ったり、フライパンを2つ出して作ったり、丁寧に作れる日はそうしていますが、一つのフライパンで作るときはお魚など匂いや風味が強いものと他の材料が混ざらないようにクッキングシートやフライパン用ホイルで仕切ったり、自分の中で仕切るものと仕切らなくていいものがありますが、それも人それぞれだと思いますので、ご自身の方法で美味しく作ってね。冷凍ストックを使った肉巻きのお弁当4日間でした。ご視聴ありがとうございます。またね。